カープライブでは毎週気になる車、注目の車を紹介しています。ぜひ皆さん登録ボタン、そして通知ボタン、ポチッと登録よろしくお願いします。カープライブナビゲーターの川西圭介です。今日はこのマツダの大人気の SUV CX5 試乗して紹介してみたいと思います。皆さん今マツダっていうとね、どういうことを思い浮かべますかね。車好きならやっぱりなんていうのかな、こう、かっこいいもそうなんだけど、本当に真面目な車作りしてて高級感があるっていうイメージだと思うんですけど、実は昔のマツダってね、そうじゃなかったんですよね。やっぱりこうトヨタがあり、日産があり、それにこう次ぐメーカーという感じで、ちょっと安かったりちょっと面白い車は作ってるけどねみたいなメーカーだったんですが、そのねマツダのイメージを変えたのが実はこの CX5 なんですね。初代は、2012年にデビューしてマツダのね提唱しているスカイアクティブテクノロジーと、あと当時のクリーンディーゼル、当時の日本はディーゼルエンジンそれほどメジャーじゃなかったんですが、そのディーゼルエンジンを積んだ CX5 が新規車種で出て、もう世界的な大ヒットモデルになった。そこからマツダのねもう今に至る快進撃が始まったので、そういう意味ではこの CX5 はすごいね大事な車なんですよね。ということでこれが2012年に初代が登場したのが2016年に、2代目に進化して、それからねマツダ得意の年次改良って言いますけど、マイナーチェンジまでいかないんだけど、ちょっとずつもうちょっと良くしたらそれを改良して市場に出していくっていうことをマツダはね続けていて、ある意味真面目なんですけど、そういった形で今最新の改良を受けた、モデル、去年の12月かなに年次改良を受けたのがこの CX5 です。僕も路上で最近マツダの車を見ると、なんかやっぱ目を結構惹かれるというかね、奪われることがあって、それは何かなと思ったら、やっぱまずはこのデザインなんですよ。これもね CX5 が出た時に鼓動デザインって言って、簡単に言うとその止まっててもねこうまるで走ってるかのような、そういうアクティブでエモーショナルな感じをね感じさせるデザインのことなんですが、その鼓動デザインを継承している、なんていうのかな、うまく言えない、もう言葉じゃないけど見れば分かりますよね。動物がこうね何か構えてスタートするようなですね、そういう何かエネルギーを貯めて放出するようなデザイン、それが鼓動デザインですね。そしてこのボディカラーが、鼓動デザインとともにマツダの一つの、イメージになっているね、マツダのソウルレッド、まさにマツダが魂を込めた赤っていう意味なんですけど、赤なんだけど派手じゃないんだけどすごい深い赤。これ道の上で見ると分かります。なんかパッてねこう目を引く赤なんですね。非常に塗装の、クオリティも高いで、多分車好きな人もそんなに詳しくない人もこれを見ると、なんかこの立体的な面、僕最初これねぶつけなのかなと思ったぐらいね、へこんでるのかなと思ったぐらい、もうすごいこう曲線がなんていうのかな、凝った曲線なのに、このチリって言って車のこの継ぎ目のラインがめちゃめちゃ綺麗。こういうところやっぱりね工業製品ですから、ミリ単位のズレっていうのは発生してもおかしくないんですけど、もうすごい綺麗に面が合わせてるんで、そういうのが結局このね CX5 の全体の高級感につながってると思うんです。フロントノーズをね横から見た時にボンネットからのラインが少しこうねとんがって飛び出していて、ですごくやっぱ彫刻のようなっていうか、すごい立体的な造形なんですよね。まずは何といってもこのエクステリアは CX5 最大の魅力だと思います。ちなみにサイズでいうと長さが4545、幅が1840で高さが1690、 SUV なんですけど、全体にちょっとこう重心が低くなってよりスポーティーになったのがこの2代目ですね。で非常にスタイリングの完成度が高いんで、もうその2代目デビューしてからほとんどスタイリングはいじってない。ホイールが変わったり若干のこうもうディテールが変わったところはあるけども、その2016年に登場したスタイリングはほぼこのままキープされています。CX5 のリアビューです。パッと見た時にこの2本のねフィニッシャーテールパイプが目に入りましたね。結構スポーティーなんだなというね、感じを受けました。後ろにはこのまずスカイアクティブ D、ね、スカイアクティブのディーゼルモデルである、それから、ね、CX5
AWD、4駆モデルであると。だから初代に比べると全体にすごいシャープになったんですね。薄くなったというか、ランプ類がフロントもそうなんですけど、幅が薄くなって、それがこうすごいシャープなね印象になっています。こういう感じで、電動オープンになっていますね。シルクベージュセレクションっていう値段がね、消費税込みで375万1000円。荷室はこの今リアシートが、普通に人が座るようになっている状態でも、さすがSUV という感じでね、広さがあります。いわゆるなんか家族で出かけたり、こうベビーカー積んだり、じゃあキャンプに出かけようなんていう時もね、十分な広さがあるし、シートを倒せばさらに広大なスペースが登場します。ホイールですが、これもこのねシルクベージュセレクションにという仕様には標準になっている、サイズが、ホイールがね19インチのアルミを履いていますね。タイヤサイズが、22555、そして今言った19インチということで、アルミホイールはねこういういわゆる切削加工、このガンメタリックの塗装なんだけども、この部分がねこういうふうに、切削されていて、ここにアルミのこう地の色が出ている、非常にスポーティーな形状とちょっと凝った加工がされていますね。タイヤは東洋タイヤの SUV 用のタイヤを、履いていて、いわゆるそういう走破性と、普段の、静粛性とか、スポーティーな走り、そういったものをバランスさせたタイヤだというふうになっています。はい、CX5 の内装です。この車実はね最大の見どころはこの内装ですね。これはシルクベージュセレクションというモデルなので、見てもらえば分かる通りですね、この内装、ベージュアイボリー、いわゆるマツダでいうところのシルクベージュということなんですが、このシートですね、通常は、黒なんですかね。ただこのベージュのシート、これはね汚れます。でもいいんですね。こういうのをそんなちょっとしたこれジーパンのねブルーとかもちょっとついちゃうかもしれないけど、そういうことを気にしないで乗るのが粋だし、白いジーンズを履くようなのと同じです。そんなことは気にしない方にぜひね、粋な方に乗っていただく車だと思うんですが、そしてさらにね、ここはいわゆるこう表側、非常になんか触っただけでもねいい革使ってるなっていう感じですが、で、真ん中の座面のところはまた素材を変えていて、グランリュクスという素材なんですけど、スウェード調ですね。だから座面の当たるところはだからこれすごいソフトなんですね。ソフトな質感のグランリュクスを使っていて、この全体はこの本革を使っていると。このシートとシートカラーは一番の特徴だと思います。その滑りのいいところとしっかり体をホールドする面でね、こう素材を分けているということですね。そしてメーター周りは、左が回転、真ん中が速度、右側が情報系というね、3つのこのリングで、のアナログメーターなんですが、昨今ね特に輸入した高級車はフルデジタルメーターも多いんですけども、個人的にはこういうねコンベンショナルなアナログメーターが僕は好きですね。ハンドルはですね、これも、革巻きレザーの、非常に高級感のあるハンドルなんですが、こう握ったですね感じもすごくそうね割と細いかな。径は細くてですね、円ではなくてこう手に握りやすい形状、そして部分的にこういう太くなっている、スポーツカー的な形状のハンドル、そして各種のスイッチが、昨今の車がねそうであるように、このドライバーが要はハンドルから手を離さないでいろんなことが行えるように、右側にはこのクルーズコントロール系のスイッチが集中していて、左側にはボリュームコントロール、曲の早送り、あるいは電話を受けたり、そういうインフォテイメント系のスイッチは左側にまとめられています。このダイヤルでもろもろのセレクトはもう、行えて、これが、こうプッシュボタンになっている。選んで選択というようなロジックですね。ナビゲーション、ホーム、それから音楽、これは、リターン、戻るね、ということですごくシンプルなんですが、これで全てのことができる。はい、空調関係はここにまとまっています。ね、それから、情報系はこの、ナビゲーションモニターに映し出されます。ここに DVD のスロットがさりげなく、最初ちょっと気がつかなかったんですがあるんで、なんか最近
ちょっと珍しいなとも思ったんですが、ここに DVD を入れてね、車の停車中であればこのモニターで見れるということなんでしょう。僕なんかは結構車の中で時間過ごすこともあるし、音楽とかね映画好きなんで、そういうソフトがねここで見られるんなら、ちょっとそういう車の中でのね時間も過ごせるし。はいで、座ってみるとこんな感じですね。運転席自体もこのね、パワーシート電動で、スライド、それからリクラインしますね。そしてそうですね、視界はね、なんていうのかな、広々してこう上からこう見下ろすような、そういうポジションではないですね。むしろこうドライバーズカーというかスポーツカー的な、少しこう車の中にしっかり収まって、前を見て、ちょっとだから乗車姿勢も含めてスポーツカー的です。なんか上からこうよっこいしょってこういうポジションではありません。ウィンドウもそんなになんていうの、あえてだと思いますけど広々取ってるわけではないんで、全体的に開放感というよりは囲まれ感を重視した、そうね、運転してこう運転する楽しみを感じさせるコックピットと言えるんじゃないでしょうかね。空間のタイト感を重視していて、やっぱこれはドライバーズカー、やっぱこうスポーツに運転させたいというねメーカーの意図が感じられます。だからこれは狭苦しいっていうんじゃなくて、いい意味でのこうね凝縮感のある、運転席空間という風に受け止められますね。CX5 の、リアシート後席なんですが、CX5 は初代から2代目になって、このね後ろの席の居住性を向上させたというのも一つ売りなので見てみたいと思うんですが、そして前席と同じく、シートはこのですねレザーと、このねスウェード調の素材を合わせた、ハーフレザーシートという形に、なっていますね。ちょっと座ってみましょうか。はい。ドアのね閉まる音もいいですよね。すごい気密性の高そうなバシッとした音がしますが、座ってみると非常に快適ですね。前席との距離もですね十分ありますし、結構頭上空間があります。SUV だから当然とは言えるかもしれませんが、で特に僕がこの CX5 で思うのはこの後ろのバックレストっていうかがやっぱりすごいなんていうのかしっかり上までサポートされてるし、なんていうんだろう、このね寄っかかり心地がいいですね。なんていうのかな、全然この角度もいいし、変に寝すぎていないし、こう座った感じの体の受け止め方もいいし、すごく椅子はねなんか考えられてるなという気がしました。欲を言えばどうだろう、個人的な好みとしては座面がもうちょっとあってもいいかなと思いますが、でもね、サイズ的にはたっぷりしたこういった SUV の中でもですね居住性のいいリアシートの部類に入るんではないでしょうか。あと窓ガラスがですね結構パッと見てなんていうの、黒いというかね色が入っていますが、これはすごい日差しとかね紫外線カットをしてくれるガラスになってるらしいんですが、実際こうやって座ってみても日差しがすごい優しいです。後席に座っていて非常にこう日差しという意味でも快適性が高いなという感じがします。CX5 走り出したけど、いやーこれめちゃくちゃスムーズですね。ディーゼルエンジンなんですけど、ディーゼルがねガソリンに比べてちょっとこうガサガサガラガラなんて言ったらもう本当に昔の話だなというふうにこのマツダの、クリーンディーゼルエンジンですねに乗ると思わされますが、このエンジンは 2.2 リッターのディーゼルターボです。最高出力は190馬力、これを4500回転で発揮しまして、一方トルクは450ニュートンメーター、これはわずか2000回転で発揮するの、まさにこの1500から2000回転回っていれば、いわゆる、日本の道だったらね、ほとんどがカバーできるのかなという感じですね。だからもうエンジンをこれ一応レッドゾーンが、ね、5000回転から振ってありますけど、そこでまで回すということはね、ほぼないと考えていいんじゃないでしょうか。そうするとこの、ね、エンジン回転速度域ではこうやって室内で車を走らせている限りですね、エンジン音はほぼこう耳には伝わってこないんで、
そういう意味ではなんかディーゼルのエンジンの音が何かデメリットになることはないですね。一方でこの車はですね、この内装材、特にこのルーフのライニングですね、ここに吸音素材を使っていることで室内のその、ノイズを抑えているということなので、確かに走ってみるとですね、非常に、静かです。マツダといえば、スカイアクティブテクノロジー、スカイアクティブって何だってもう出始めの頃から思ってたんですけど、なんでこれなんか一つの特定の技術を指す言葉じゃないんですね。要はマツダのなんていうのかな、人間の感覚に寄り添って、人が不快な気持ちを抱かず快適にドライブできる、そのための技術、例えばそれはエンジン、であったり足回りサスペンションであったり、こういう音関係であったり、そういうものを統合してスカイアクティブ、テクノロジーというふうに呼ばれてるんですが、もちろんでこの CX5 っていうのは初代に遡ってもそのスカイアクティブテクノロジーを、最初に本格的に導入した、車でもありますし、それは日々ブラッシュアップされているということで、運転して非常に気持ちのいい、車にはなっていますね。オプションが入ってるんですけど、CD、DVD プレイヤーは、消費税込み33,000のオプション、安、良心的です。それから、BOSE のサウンドシステム、これがねスピーカー10スピーカー、これがですね税抜き75,000円、税込み82,500円のオプション、これも車のオーディオのアップグレードのオプションとしては、僕は安いと思います。輸入した後なんか20万とか取りますから、ミラーのところにですねこの BOSE というロゴの輝くですねツイーターがついてますし、そうなんですよね、僕ら本当に坊主世代ですから。ちなみに音はといってもドラえもんが流行のファッションを着てるわけではありません。だってドラえもんの衣装決まってるし。ちょっと今楽曲じゃなかったんですけど、非常にね、いい音、この臨場感のあるですねいい音を聞かせてくれます。これ82,500円のオプションだったら、僕だったら、これはつけますね。ということで音響はなかなかいい、これは個人的には非常に大事にしているポイントなんで、そういう意味でも CX5 ポイントが高いと思います。要は何て言うんでしょう、アクセルを踏んだ瞬間のグッと車が前に出る感じとか、ハンドルをねちょっとステアリングを切った時の、自分の感覚にですね非常に忠実に車が鼻先がスッと入ってくれる感じ、そういうものは非常に心地いいものがあります。ベクタリング G プラスというですね技術が入っていて、これは何かというと、簡単に言うと車体をすごく曲がりやすくする、そしてコーナリングした時の車体の安定性を高める技術というんですけど、もうちょっと専門的にのそれをですねトルクの出方をコントロールして、なんて言うんでしょう、車体を安定させる。要はカーブに入った時にコルクを一瞬抜いて、フロント側に車の重心がフロントにかかるようにして、でターンイン、車が曲がっていく動作を助けたり、その運転が上手い人ってそのコーナリング中に自分でねアクセルコントロールをするわけですよね。アクセルを入れたり抜いたりしながら、そのコーナリングの姿勢を制御するんですけど、それを機械的にというか、電子制御的にやってくれるのがこのベクタリング G コントロールということなんですが、さらにプラスということで、今まではねハンドルを切った時の動作に対するそういう、トルク G のコントロールをしてたんですが、そのハンドルを戻した時にもこのベクタリングコントロールを効かすというですね、要はダブルレーンチェンジ的なことでいうと、最初ハンドルを切って曲がった時にも安定してるし、曲がり終えてハンドルを戻した時も、しっかりお辻が来ないというか安定させてくれるのがこの、ベクタリングコントロールのプラスですね。僕はこれ去年になりますけど、マツダ3のプロトタイプの試乗会で北海道にあるマツダのテストコースでこのプラスの、体感というのをですねテストさせてもらいまして、しかもその時は、雪道だったんですよ。雪の上でそのレーンチェンジをするので、それでそのプラスありなしと2種類を体感したので、その時はその
その今までのスタンダードのネットワークベクタリングからプラスになったその差というのを、しっかり体感できましたけど、正直こうやって普通に走ってる限りですね、これはジャーナリストの方々も言ってましたが、なんかこのネットワークベクタリングコントロールしかもプラスになった、これすごいねっていうふうには分かりません。そういうものではないのですが、要はこうやって走ってて首都高みたいにね、こう細かい、コーナーが連続するところでも、自分の感覚に違和感なくこう切ったら切った分だけこう曲がってくれる、あるいはその車体の不安定さを感じない、そういう効果ということで、いいんじゃないかというかですね、ことですね。だから非常にマニアックな電子制御をしてるんですが、それはあくまで人間の感覚を心地よくしてくれるものなんで、少なくとも一般のユーザーの方はですね、その細かい仕組みまでは別に知らなくていいと思います。車が裏方で、人間が心地よく走れるようにしっかり働いてくれているということなので、そういう意味では、この CX5 走りは良いね。これをなんだこれとか、つまんないなとか走らないなとか感じる人は、基本的には車を分かっている人ならいないと言っていいと思います。一方でね、どうでしょう、もちろんこの車ファミリーカーですから、家族を乗せたりするわけなんですけども、まさにそういう時にも隣に乗った人、後ろに乗った人、子供たちがほらやっぱりゆらゆらする車って酔っちゃうじゃないですか。そういう意味でこの車はね、そういう電子制御を使って、ゆらゆらさせない、姿勢を安定させるので、きっと同乗した人も快適ですよね。そういう意味では非常にあまりにも褒めるわけじゃないですけど、マツダの車作りはだって本当に真面目なんですよ。なんか真面目でいい車を作ろうっていう、もうね、それもマツダの人と話しても感じるんですけど、そういう真面目な人が真面目に作ってるんで、そういう意味では本当にいつも最近のマツダ車に乗ると思いますけども、買っては損はない車にはなっているというふうにね、これは自信を持って言えます。